本来交わるはずのない2人だった。ホストクラブで働くワユと警察官の息子でありながら自らも優秀な警官であるクリット。だがある夜、クリットが追っている麻薬売買のリーダーチェーンはワユを買った。ワユにとっては客を取るのは初めてで、金が必要だったため覚悟した。耳や尻尾をつければいいと同僚に言われ、部屋に入ったが、そこに並んでいたのは想像とまるで違うものだった。逃げようとした瞬間にチェンともみ合いになり、そこへクリットが踏み込んできたことでワユはその場を逃れる。取り調べに連れて行かれるが、事情を正直に話せるはずもなく、元彼との喧嘩だとごまかすしかなかった。クリットはそれ以上追求せず、額の傷を手当てし、そのまま家まで送る。だが家の前で待っていたのは現実だった。ギャンブルに金を使い果たして帰ってきた母親は、幼い神童を一人残していたことにも何一つ悪びれない。その光景を前にしてもワユが母と口論になるが、クリットは何も言えないまま帰るしかなかった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ホストクラブを3日間出禁にされたワユは、金を作るためにバイトを掛け持ちするしかなかった。慣れないウェイターの仕事に追われる中で、まさかの形でクリットと再会する。レストランで偶然顔を合わせたその瞬間、ただの客と店員のはずなのに、空気だけが妙に張り詰める。無理に言い寄られるクリットを見て思わず割って入るが、逆に胸ぐらをつかまれ、シャツのボタンが弾け飛ぶ。場が一気に荒れかけたその時、クリットは警察バッジをかざし、相手を引かせると、すぐさま自分のジャケットをワユにかける。そのまま外で待ち続け、仕事が終わるのを確認してから家にまで送った。その夜、部屋に戻ったワユは借りたジャケットをそっと枕元に置き、乱れた一日の終わりとは思えないほどその表情は幸せに満ちていた。翌日、まだ昨夜の余韻が抜けないまま過ごしていたワユの前に、思いもよらない現実が突きつけられる。クリットには彼女がいる事実をニュースで知ってしまった。しかも相手は高学歴で自分のビジネスを持つ完璧な女性だった。比べるまでもなく、自分が入り込める余地などないと分かっているのにもかかわらず、足は止まらず感謝という名目でクリットを食事に誘う。だが提案されたのは決して自分が行けない高級レストランで、ワユは向かう前に何度も自分の服装を確かめた。金はない。それでも今日は自分が払うつもりでいた。食事の途中、ローズが偶然現れる。同じ店で別の約束があったらしく、2人を見るとごく自然に自分がクリットの恋人だと名乗ってからその場を後にした。ワユはただその背中を見送るしかなかった。3日後、ワユは何事もなかったのようにクラブへ戻るが、胸の奥に溜まったものは隠しきれず、友人にはクリットへの思いがこぼれ出てしまう。一方でクリットもまたローズに全て見抜かれていた。好きな人がいるのではないかと問われ、否定しきれない空気だけが残る。ローズは長年の友人で、2人は親を安心させるために恋人のふりを続けてきた関係だった。その夜、クリットは人身売買の線を追って危険な路地裏へ足を踏み入れようとしていた。その背中をワユが見つける。迷うことなく後を追い、自分はこの辺の人間で地形も流れも分かっているから自分が先に立つと告げた。だが携帯の音が鳴り響き、周囲の視線が一斉にこちらへ向く。取引の気配を察した相手に気づかれて、2人はとっさに身を翻す。逃げ場のない路地で選んだのは恋人のふりだった。壁にもたれ、距離を詰め、お互いの首筋に唇を落とす。呼吸すら止めた数秒の後、ようやく視線が外れ、ギリギリでその場を抜けた。一旦落ち着いたところで、クリットはワユを情報提供者として雇いたいと申し出た。その代わり、途中で諦めた大学に戻るための資金を出すと提示する。突きつけられた選択にワユはその場で答えを出せなかった。その状況を見たクリットはもう一度現れ、最善の保育園を用意し、必要な心理ケアの費用も全て負担すると告げる。ワユはその条件を受け入れ、ここから先はもう引き返せないと分かっていながら、ワユはすぐにホストとして店に戻り、客の会話から情報を拾い始める。
一方でクリットはチェーンの行方を追い、薬物取引が行われるホテルへ踏み込もうとしていた。だが現場にはすでにチェーンの手下が紛れ込んでおり、警察の動きを察した瞬間に通報が走る。部屋に突入した時には遅く、捕まえられたのは薬で正気を失った一人だけで、肝心のチェーンは逃げ切っていた。情報提供者として働く以上、ワユ自身も守れる力が必要になる。クリットはそう判断し、空手の特訓を始める。最初は全く歯が立たず、何度やってもクリットに押し切られるが、必要な時は色気も使えと教えられた瞬間、ワユは一度でそれを理解し、距離の詰め方も視線の使い方も全てを一瞬で変え、逆にクリットの動きを止める。休憩中、表向きは嘘をつくための訓練だと言いながら、クリットはふとパートナーの性別に好みはあるのかと問いかける。ワユはこれまで誰とも一緒になったことがないからわからないと答えるが、そのやり取りの空気はどこか落ち着かない。さらに自分のことが好きかと踏み込まれた瞬間、ワユは露骨に動揺し、視線をそらしながら耳まで赤く染まる。クリットも自分はローズとは付き合っていない、本当は恋人はいないと告げる。ワユは引き続きクリットに情報を流すため、店の中で使えそうな糸口を探していた。そんな中で耳に入ったのが、ナットがよく男を連れて高級パーティーに出入りしているという噂だった。直感的にこれはつながると判断し、ワユは迷わず動く。ダンスステージで自分が主役ではないのにもかかわらず、あえてパフォーマンスに割り込み、強引に視線を奪いに行く。狙い通りナットの目には止まったが、同時にいつもナットの担当をしているホストスカイの苛立ちははっきりと表に出る。その空気を感じながらもワユは引かない。その夜、偶然にも以前大学で一度だけぶつかったことのある男が店に現れる。ワユのことを一目で思い出し、そのまま指名する。スカイが席を外した隙を見て、ワユはナットにテーブルを一つにまとめるよう提案し、全員でゲームを始める流れに持ち込む。キングを引いた者が命令を出すただの遊びのはずだったが、スカイが戻った瞬間から空気はどこか張り詰めている。最初にキングを引いたナットは全員に上半身を脱ぐよう命じる。その場の温度が一段上がる中、次にキングを引いたのはスカイだった。抑えきれない怒りをそのままぶつけるようにワユを指定し、自分の足元にひざまずくよう命じる。場の視線が一斉に集まる中、ワユはその中心に立たされた。ゲームの場でワユは抗う術を持たなかった。まずこうとしたその瞬間、大学の友達が割って入り、代わりにフェリス・ウィールの酒を一気に飲み干し、場の流れを強引に変えた。助けられた形になりながらも、ワユの意識はナットに近づかなければ意味がない。ナットが席を外した隙を狙い、そうしてようやくナットに取り入り、来週のパーティーに招待を取り付ける。場所の情報を受け取った瞬間、迷わずクリットへ送った。その情報をもとにクリットは警察を動かす。パーティー当日、現場に踏み込み、その場での逮捕に成功し、ようやく一つの確実な成果をつかむ。だが同じ頃、ワユの現実はさらに崩れていく。母親は彼が稼いだお金をギャンブルだけではなく男にもつぎ込み、口論は衝突寸前まで膨れ上がる。止まらない感情のまま、ワユは家から追い出され、今度こそ行き場を失い、神道と2人で立ち尽くすしかなかった。頼れる相手はもう1人しかいない。クリットは何も言わず、その2人を受け入れた。また次回お会いしましょう。ではでは。